あけみ、どうした？そろそろ出ないと飛行機間に合わないぞ。ごめんなさい。スバル、昨日から具合が悪かったんだけど、さっき熱を測ったら38度以上あるのよ。さすがに一人で置いていけないわ。ほんとかよ。それなら二人分当日キャンセルするしかないか。キャンセル料100%になっちゃうけど、仕方ないよな。手続きしておいてくれよ。旅行は俺たちだけで行ってくるから、二人は留守番しておいてくれ。そう言って、安行は薄ら笑いを浮かべながら意気揚々と出かけていった。安行が私たちを置いて車で出かけた瞬間、私は安行の着信拒否、ラインブロックを設定する。わずかに口角を上げ、まだぐっすり寝ているスバルに声をかけた。スバル、そろそろ起きなさい。今日はお引っ越しをするのよ。私の名前は大竹明美。結婚してちょうど10年目。36歳の主婦だ。夫の安行は39歳。ごく普通のサラリーマン。一人息子のスバルは9歳の小学4年生。どこにでもいるごくごく平凡な3人家族だ。私と安行は職場結婚。割とありがちな教育係の先輩と付き合い始めたという馴れ初め。その頃の安行は今よりも若々しく、体型も逆三角形で、しかもなかなかのイケメン。同期の女子社員からは、羨望と嫉妬の眼差しを受けながら、安行が私を気に入ってくれたこともあって、3年の交際期間を経て結婚した。だが、結婚して3ヶ月もしないうちに事件が発覚する。それはなんと、安行の浮気。結婚した時点で、私は部署異動となり、人事部への配属となったのだが、私の目が届かないのをいいことに、安行はまたしても、新卒で入社してきた女子社員の教育係となり、浮気したらしい。私は怒り心頭で即離婚を申し出たのだが、遅れること数日で、なんと私の妊娠が判明。さすがに妊娠したことで即離婚を思い止まり、浮気相手の女子社員も早々に退社してしまったこともあって、二度目は許さないから、としっかり釘を打った上で、生まれてくる子供のためにも一度我慢することにした。私は産休を取り、一段落したら復帰するつもりでいたのだが、安行たっての希望で退職し、専業主婦になることになった。生まれてきた男の子をスバルと名付け、スバルはすくすくと成長していった。息子の成長は嬉しかったのだが、困ったことも出てきた。それは、姑の存在。義両親は車で5分くらいの比較的近所に住んでいた。そのせいか、毎日のように、ではなく、本当に毎日我が家を訪れる。子供の世話をしてくれるのならありがたいのだが、実際はそうではなかった。かわいいかわいいとめでているだけで、おむつの交換や泣き出した時にあやすなど、世話は私に丸投げ。そしてその間に家中に監視の視線を走らせ、私の家事の荒探しをする。明美さん、お掃除、ちゃんとしてる？あちこち埃が溜まっているわよ。明美さん、お部屋がなんだか匂うわね。汚れたおむつとか、まめに外に出さなきゃ。明美さん、お茶を入れてちょうだい。お茶菓子もね。おせんべいはダメよ。硬いから。明美さん、お昼ご飯はうなぎを頼んでおいたから、支払いよろしくね。
明美さん、もう夕方よ。いつまで洗濯物を干しているの？家事や育児をサポートしてくれるわけでもなく、午前中から夕方まで居座る姑。まるで赤ん坊が二人いるようだ。正直なところ、迷惑でしかない。ねえ、お母さん、どういうつもりなのかな？毎日毎日来るんだけど。スバルが可愛くて仕方ないんだろ。家事を手伝ってくれるならありがたいじゃないか。そうだったらありがたいんだけどね。え？全然何もしてくれないんだけど。実際、姑は何もしてくれない。だが安行には手伝っていると風潮していたらしい。それを安行に訴えたところで、疲れているから今度聞くを繰り返すばかり。そんな愚痴をこぼし始めた頃から安行の帰りが遅くなり始めた。もともと残業することは少なかったけど、週に3日程度だったのが4日になり、5日になった。やがて週末もゴルフだ接待だと言って出かけることも増え、私はスバルの子育てと迫り来る義母の対応にてんてこまい。安行は午前様になるかならないかの時間に帰宅する毎日。食事にもほとんど手をつけず、シャワーだけ浴びてすぐに寝る。そんな安行の態度に最初は疲れているのだろうと思っていた。それから9年の月日が過ぎた。安行は相変わらず仕事が忙しく、私は私で家事と姑の相手に翻弄される毎日は、日に日に疲弊していき、家庭を顧みなくなってしまった安行に対する愛情も薄れていく。幾度となく離婚を考えもしたが、スバルの将来を考えれば安易に踏み切ることはできない。そんなある日、私の実父が亡くなったのである。その知らせは私を悲しみのどん底へと突き落とした。私は父が大好きだった。思春期の少女にありがちな父親を毛嫌いするようなこともなかったし、一人っ子だった私に溢れんばかりの愛情を注いでくれた。父は若い頃から心臓が弱く、薬を常用していたのだが、仕事中に発作を起こしてしまい、救急車で病院に搬送されるも、2時間後に息を引き取ったという。私は泣いた。涙が枯れてしまうんじゃないかと思うくらい泣いた。実家の近くのセレモニーホールで行われた父の葬式には、多くの人たちが参列してくれたのだが、安行の関係者は岐阜だけだった。しめやかに葬儀が終了してから5日が過ぎた。一度は自宅に戻っていた私だったが、再び実家を訪れていた。遺産相続の話があるからと、母から連絡があったのである。一人で行くと言ったのだが、安行がついてきた。これまで自分から行くと言い出すなんてことはなかったのだが、一体どういう風の吹き回しだろうか。実家に着くと、そこには弁護士が来ていた。私は一人っ子で、他に子供はいない。つまり、相続をするのは母と私の二人だけだ。個人よりお預かりしていた遺言書を公開させていただきます。遺言書により、ご自宅は奥様である律子様に遺贈。預貯金の2億円は律子様と明美様のお二人で当分に遺贈されるよう記されています。2億円？そんなに？お父さんね、昔宝くじを当てたことがあるのよ。そのお金がまだ残っていたのね。
私にはこの家とお父さんがかけてくれた生命保険だけで十分。それもいずれは明美のものになるだろうけど。だから、貯金は明美、あなたがもらいなさい。話を聞いた私も驚いたが、それ以上に驚いていたのは安行だった。自分の妻にある日突然2億円が転がり込めば無理もない反応だろう。その日の帰り、安行の運転する車の中で、私は押し黙り、表情も凍りついていた。安行も無言で運転をしていたが、その顔はだらしないほどににやついている。表情が凍りついていたその理由、それは匿名のメールだった。私が車に乗った瞬間の着信。送られてきたメールの発送元のアドレスに心当たりは全くない。しかし、本文のないメールを見た私は、衝撃のあまり、言葉を失ってしまった。仲良く手をつなぎながら歩く二人。キスをしている二人。そして二人でホテルに入っていく写真が添付されていたのだ。片方はよく見る顔。そう、なんと安行だった。これだけでも驚いたが、もっと驚かされたのはその相手。相手の女は私と同期で入社した元同僚、はるかだった。はるかには付き合っている同僚がいたことを覚えている。結婚してもおかしくない雰囲気の二人だったのだが、まさかそのはるかが安行と浮気しているなんて。どうした？さっきから黙り込んで。お父さんは残念だったけど、遺産を残してくれてありがたいじゃないか。さっきの着信音、メール来たんだろ？返事してやれよ。ただの広告メールだったよ。消しちゃった。精一杯、冷静を装ったつもりだったけれど、私の声は震えていたかもしれない。私の声が震えていたのは、父が亡くなってしまったからでも、遺産を手にしたからでもなかったのだ。家庭を顧みなくなった夫が、仕事に専念していたわけでもなく、他の女にうつつを抜かしていたからだったなんて、許せるはずもない。翌日、私は興信所に頼んで、二人の関係を調べてもらうことにした。ネットで調べた最寄りの興信所のドアを叩く。黒であることは容易に想像できたけれど、私は報告を待つことにしたのだ。そんなある日、満面の笑みを浮かべた姑が嬉しそうに言う。今度の旅行、ハワイ楽しみだわ。明美さんに感謝しなきゃね。そうなんですか？ご旅行の予定でもあるんですか？あらやだ。安行から聞いてないの？ハワイに行くのよ。海外なんて初めて。え？何も聞いていませんけど。その日、私は安行に聞いてみた。すると、驚くほどにあっけらかんと安行は答える。来月の連休にみんなでハワイに行くことにしたんだ。俺たちは新婚旅行の時に行ったけど、おふくろは海外旅行なんてしたことないし、おふくろに旅行の話をしたら広めちゃったみたいで、あちこちの親戚から俺も私もって言われてさ、総勢23名になったよ。修学旅行みたいで楽しいだろ？ちょっと、そんなの聞いてないわよ。それに、俺も私もって。いいじゃないか。みんなうまい具合に休み取れたし、子供たちの学校だって3日くらいならどうにかなるだろう。
いきなりの話に驚いたし、子供たちに平日休ませて1週間も海外旅行に行くとか考えられない。そしてなんと、その旅費を23人分私に払えと言ってきた。もちろん、受け取った遺産を当てにしてのことだろう。私は深いため息をついた。浮気調査を依頼してから2週間後、報告書ができたと連絡を受けて更新所を訪ねた。すると驚いたことに、私が退社するのと前後して関係が始まっていたことが判明。息子の年齢分不倫を続けていたことになる。しかもその他の女性にも手を出していたりして、もうぐちゃぐちゃ。悲しみも怒りも呆れも飛び越えて笑えてくる。もう同じベッドで寝るのも同じ空気を吸うのさえも嫌になってしまった。それこそ即離婚を切り出そうかとも思ったが、私は一計を案じて少しの間我慢することにした。毎日が苦痛で仕方なかったが、このろくでもない安行に天誅を与えるために、出発前夜、安行は満面の笑みを浮かべながらスーツケースに荷物を詰めていた。姑を筆頭に多くの親族もおそらく同様に、私もスバルも荷造りに余念がない。もっともその目的は安行とは違うところにあるけれど。そしていよいよ出発当日の早朝、安行は私たちを置いて旅行へと向かっていった。明美、どうした？そろそろ出ないと飛行機間に合わないぞ。ごめんなさい。スバル、昨日から具合が悪かったんだけど、さっき熱を測ったら38度以上あるのよ。さすがに一人で置いていけないわ。ほんとかよ。それなら、当日キャンセルするしかないな。キャンセル料100% になっちゃうけど、仕方ないよな。手続きしておいてくれよ。旅行は俺ら一族だけで行ってくるから、二人で留守番しておいてくれよ。そう言って安行はうすら笑いを浮かべながら意気揚々と出かけていった。電話を切った瞬間、私は安行の着信拒否、LINE ブロックを設定する。わずかに口角を上げ、まだぐっすり寝ているスバルに声をかけた。スバル、そろそろ起きなさい。今日はお引っ越しをするのよ。その後、私の予想通り、安行は出発カウンターで頭を抱えることになる。一体どういうことなんですか？もうみんな集まっているのに、なぜ俺たちは旅行に行けないんですか？予約はされていましたが、料金をお支払いいただかないと出発できません。当日払いと聞いておりますが、このままだとキャンセルということになります。そんなバカな。安行は狂ったように私に電話をかけ、LINE のメッセージを送り、メールも送ってきた。しかし、電話はつながらず、LINE に既読はつかず、メールは宛先不明で戻ってくるばかり。見かねた姑が私に電話をかけてきた。明美さん、一体どういうことなの？どうもこうも、私とスバルはハワイに行かないってことです。そんなことはどうでもいいの。なんで旅行の代金払っていないのよ。そんなお金、どこにあるんですか？どこって、それはあなたが受け取った遺産から。あ、報告が遅れてすみません。安行さんと私、昨日離婚しているんです。離婚した元夫のために、そんなお金を払うほど、私はお人よしではないので。何バカなことを言ってるの。
今すぐに払いなさい。ちょっと明美さん、聞いてるの？明美さん、明美さん。私は黙って電話を切り、姑も着信拒否にした。続いて、電話帳に登録されている安行の親族も。どうあがいても出発することができず、親戚一同の冷たい視線を浴びながら、安行は怒り心頭で帰宅するだろう。だがそこに私とスバルの姿はない。残されているのはテーブルの上にある置き手紙と数枚の写真だけだ。離婚届は出しておきました。もう私たちは他人です。後日、弁護士から内容証明が届きます。慰謝料と養育費、きちんと払ってくださいね。置き手紙と何枚か同封した遥との写真。それを見た時の安行の反応が見られないのはちょっと残念だけど。安行が帰ってきた時、後悔してももう遅い。すべては自業自得なのだから。結婚当初に浮気が発覚した時、私は安行に離婚届を書かせていた。そう、あの時、二度目は許さないと釘を刺した時に、その離婚届をずっと保管していたのだが、昨日、私は自分の欄に署名をして役所に提出している。もう私と安行は他人なのだ。安行が家に帰ってきた時、弁護士が訪ねた時には、安行は一人、さめざめと泣いていたらしい。インターホンを押しても反応がなく、玄関も鍵をかけていなかったのだとか。財産分与、慰謝料と養育費の請求、接見禁止命令の告知、そしてその支払いが滞った時は給料の差し押さえもすると。安行は放心状態だったらしい。当たり前だ。私に対する支払い以外に旅行会社にキャンセル料を支払わなければならないのだから。23人分の1週間ハワイ旅行、往復ビジネスクラス、そして一流ホテルに滞在、オプショナルツアーまで含めたら、請求金額は3000万に近い。旅行に行けると期待していた親戚たちは、安行と姑に非難を浴びせた。わざわざ休みを調整したのに、子供まで休ませる算段を取ったのに、空港に行ってからキャンセルになったことを知るなんて、振込先を書き記した一枚のメモ紙で、支払いは私に丸投げしたものの、予約の名義は姑だったため、当然請求は姑に行く。私には何の請求も来ない。義両親は自宅を売り払い、貯金もすべて使い、なんとかキャンセル料を支払った。親戚中から非難され、姑もすっかり覇気がなくなっておとなしくなったらしい。安行も私への慰謝料と養育費の支払い、そして遥の夫への慰謝料に追われ、家賃が高い今のマンションで暮らすことができなくなり、やっと借りれたボロアパートの6畳一間に3人で暮らしているらしい。今のところ給料差し押さえには至っていないが、会社にも今回のことが伝わり、村八分にされているそうだ。遥は会社に行くのを耐えられずに退職してしまったが、もちろん慰謝料の請求はしている。私を苦しめた償いはきっちりとしてもらうつもりだ。あの時、私にメールを送ってきた人、それは未だに分かっていない。分かってはいないけれど、なんとなく想像はついている。なんとなくだけど、思い出したのだ。
誰でも無料で取得できるフリーのメールアドレス。そこに含まれた2つの4桁の数字。0318ははるかの誕生日。もう一つの1123がおそらく送信者の誕生日。私のアドレスを知っていそうなその誕生日の人。心当たりは一人しかなかった。セラ君。同期入社で、しかもはるかと付き合っていた男性社員だ。あまり話したこともなかったが、彼には感謝している。あのメールが来たおかげで、安行に踏ん切りをつけて、新しい一歩を踏み出せたのだから。安行と離婚した後、私はスバルと二人で、新しく借りたマンションで穏やかに暮らしている。もうすぐ実家から母がやってきて、同居する予定だ。スバル、ごめんね。ママ、パパをどうしても許せなかったの。寂しい思いをさせちゃうよね。本当にごめんなさい。いいんだ、ママ。ママは間違っていないよ。悪いのはパパだよ。ママと僕を裏切るなんて、僕だって許せないよ。寂しくなんてないし、これからは僕がママを守るよ。力強いスバルの言葉に私は勇気づけられた。立派に育ってくれているスバルもいるし、これからは母も来てくれる。私の第二の人生は始まったばかりだ。